かねいろいろ調べてみたんですが、結局こうなのかなって、柴咲こうなのかなって私は思ったんです。このやっぱり1枚に全部を書いといてほしいのね、流れを。であるあるのような気がするんですけど、皆さんも多分ねいろいろ調べられて、これ結局自分でこの絵描いたことってないですか結局なんかね、すごくこう丁寧にご説明いただいたりとか、動画とかねいろんな先生方がしてくださったりとか、ホームページとかにね作り方載せていただいたりとかしてるんですが、なんか自分なりにこの絵を描いて次こうやってこうやってってやったことないですかなんかね、だからもう1枚にしときました。でこの動画ね別に見なくて大丈夫ですこの通りやってみたよっていう動画なんで別に見なくて大丈夫なんですけど、もしよろしければ続きも見てみてください。どうも、おなおドーナツです。こんにちは。今日はですねパンオレザン作っていきたいと思います。まずはレーズンラム酒漬けにしまして、カスタードクリーム作りまして、で生地を作って巻き巻きしていくっていう手順でやっていきたいと思います。でね、今日バターは有塩バターで牛乳じゃなくて豆乳使ってるんですけど、理由はねもうそれしか家になかったからですなんかこだわってますねとかじゃなくてもうそれしか家になかったからそれでやってみようっていうだけですね。で生地はホームベーカリーで12分だけこねまして、別に10分でもいいんですけど、12分だけこねまして、取り出して作っていきます。こんな感じですね。じゃあ待っていく間にバターの準備をしていくんですが、今日は5g×12 枚の、そうですね、この線が 10g なので、これの半分の 5g を12枚用意して、全部で 60g ですね。これを並べるだけでバターのシートとしてしまいたいなっていうところがあります。厚さとかねもう全然バラバラなんですけど、全然気にしない。私そんなん全然気にしないんで、これを並べていくだけでやりたいなと言いますのも、そもそもなんですけど、これってさ家で作るやつちゃうくないなんかめっちゃめんどくさくない正直なところめんどくさっていう気持ちと、でもやっぱり人が作ってるのとか見てたら楽しそうって思うねん。その気持ちはすっごいあんねん。でもいざ自分がやろうとしたらめんどくさっていうのの狭間で作るやつなのかなって思ってるんですけどだからね、極力もう自分のできる範囲でやっていきたいから、今日はこの横着バターシートっていうかね、わかります？ここねバターの切れ目の部分がすごい空洞になっちゃったんですよね。こうなってくると一気に嫌になってあんなに意気揚々と今日はバターを切ってとか言ってたんですけど、一気に嫌になったんですけど、伸ばしてたらね意外にいけたんですよ。どうですか？なんか大丈夫そうですよね。ということで進めていきましょう。で勢い余ってもう折っちゃいましたこうやってパターンですね。でこんな感じになりました。でこのままね次の工程に行ってもいいんですけど、ちょっとねべちゃっとなりそうだったんで一回冷凍してきます。はい、ということでまた伸ばしていくんですが、やっぱりねちょっと見ていただいたら分かるように、ここに今バターがあって、あるところとないところと、ある時ない時551で分かるんですけど、まあ
気にしない。私は気にしない。もう気にされる方はものすごく気にするでしょうけどね、私は気にしないということで、じゃあね、この端っこだけきれいにして、これでね一応完成となります。あとはこれを今から成形していくんですが、必要な大きさに伸ばしていくという感じですね。はいと。でパンオレザンって全然知らなかったんですけど、カスタードクリーム塗るんですってね。なんか食べててカスタードクリームいるなーなんて思ったことないんですけど、カスタードクリームを塗るのが本格的ということで、下のところは巻き巻きした閉じ目をねつけないといけないので、ちょっと開けておきました。端っこの方にもレーズン置いて巻いていきます。結構ね強めに巻いた方がいいということでしたので、丁寧に巻いていきますね。どうしてもやっぱりこう真ん中の方ばっかりに意識がいっちゃうので、端の方も丁寧にという感じですね。で生地が下の台のところにくっついてしまってるんで、ちょっとね丁寧に剥がしながら巻いているという感じです。いいですね。丁寧にできました。じゃあ最後くっつけていきますね。そっと剥がしまして、お気づきですか？全然くっつかない全然くっつきませんでした一回やり直しますなんかね液体を塗ればなんとかなるということでしたので、ちょっと豆乳を塗りまして再チャレンジですね。まあなんとかくっつきました。くっついたことにしましたはいと。いい感じです。じゃあこれを今日は包丁で切っても全然いいんですけど、なんかこう断面がやっぱり綺麗になるかなということで糸でやっていきます。なんかねバターを入れてかわいい隙間ができちゃってさ、ってなって、もう嫌ってなった時はどうなるかと思ったけど、ここまで来たらねもう楽しい工程しか残ってないということで、かわいいピヨーンってなったりねして、ここまで来たらご機嫌ですよ。はいこんな感じで、ちょっとね発酵時間っていうんですか、すごい謎で膨らんだらって言うんですけど、2時間待ってみましたが、特段見た目は変わらなかったんですが、いいでしょう2時間も待ったからいいでしょうということで、ここに豆乳を塗りました。で焼いていきます。我が家のオーブンはちょっと弱々なんで長い時間焼きました。焼き上がりはなんか自分でもなんでうまくいったのかが分かりませんがめちゃくちゃうまくいってない？今日はですねラム酒シロップを仕上げに塗りまして完成とさせていただきます。今日はこうなりました。いやほんまにちょっとこれはあれかな、過去一かな。
めちゃくちゃうまくいってますよね。しっかりと焼けてますね。割ってみます。素晴らしい。いただきます。美味しゅうございます。まずですね、サクサクです。で、もうバッチリ、結構ね、お店のやつちゃうぐらいいけてると思います。で、有塩バターと豆乳で今日やりましたけど、なんか全然ね、良くも悪くも感じないですね、何も特段いい感じにできてます。で、最後シロップ塗ったじゃないですか。あれね、必須かもしれないってぐらい美味しいので、ちょっとおすすめかなと思いますが、サクサクが好きな人はもうこのまま召し上がられてもいいのかなっていう感じですが、とにかくね、うまくできました。今日の私の適当クッキングはもう全然参考にしなくていいんですが、パンオレザンね、本当に丁寧に作れば案外できちゃうなって思いましたので、皆さんももし作ったことがなくてちょっとやってみたいなって思われてる方いたら、世の中の先生たちのね、いろんなレシピを参考に作られてみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画はここまでとなります。ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。